空が青いな。はい、おはようございます。今日はね、9月30日火曜日でございます。はい、よいしょ。昨日ね、廃業した、飲食店さんからね、またいろいろ持ってきまして、ちょっとこの後見せますけどね、冷蔵庫とかね、ガスコンロ、そしてフライヤー、はい、あとストーブですね、2台、またストーブが入ってまいりました。はい、ということで、ストーブ何台あんだよって話ですけど、はい、まあだいぶストーブも増えてよかったかなと。これからね、多分、欲しい人は訪れるんじゃないかなと思いますんでね。はい、ということでね、ちょっと今日はまたこれから9時からちょっと、掘りごたつを引き取ってくれっていう人がいますんで、またちょっと外出します。すいません。はい、ということでね、今日もやっていくわけでございますが、ちょっとね、最近ちょっとすごく思っていることをね、ちょっと話させていただこうかなと思っております。はい。やはりね、ここ富津、特にこの、大貫、佐貫、富津、川名というね、まあこちら南側のエリアなんですけど、青木とか青堀とかね、非常にね、経済が、疲弊しているようなイメージが非常にあるんですね。まあお店もかなり閉店してますし、元気がない、活力がないということで、はい、ずっと私の頭の中にあるのがですね、やっぱり一次産業なんですよ。はい、農業、漁業、そして畜産業、林業、はい、これがですね、元気がない、やはりそこがね、元気を出さないと町は活性化しないのかななんて、まあ偉そうなこと言って申し訳ないんですけど、本当に申し訳ないんですけどね、まあ移住してきてね、そんなこと言ってなんとかしろよみたいな感じでね、できるわけねえだろうみたいな感じで言われそうですけども、はい、本当に一次産業、特に農業、漁業、畜産業、林業、ここをね、なんとかしないといけないなってずっと頭の中にあるんですよ。ぐる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 回ってて、はい。でやはりですね、経済活性化させるためには、やはり地元消費、消費力を上げないと、いわゆる大手のスーパーとか、大手の、コンビニエンスとか、そういうところでなるべく買い物しないと。あとまあ僕が言うのもなんなんですけど、ネットでね、今何でも買えますんで、アマゾン、楽天でね、はい、そういうのも極力、臨機応変にやらなきゃいけないんですけど、この辺でね買えないものは致し方ないと思うんですけど、なるべくですね、地元の、お店で近所で買うというようなことをやっていけばですね、経済活性化になっていくんじゃないかなと思っているわけです。はい、ということでね、なんとか私がね、できるもんではないかもしれませんが、be independent っていうね、キーワードでいわゆる独立していくと一人一人が独立して稼ぐ力をつけていくということが必要なんじゃないかなと思っております。はい、ということでね、農業もですね、漁業も、畜産業も林業もですね、いわゆる専業だったわけですね。高度経済成長期、バブル以前ですね、分業化されていきまして、はい、農業はお米を作る係、トマトを作る係、キャベツを作る係という形で分業化されていったわけですね。はい、ですので日本全国どこもそうだと思いますが、これをね、やはり、生産して、出荷して、そして販売して、
加工してまた販売すると、そういうね、一連の、サイクルができれば、富津もですね、復活するんではないかなと、そういうふうに考えているわけでございます。はい、ですので、もしねこの YouTube を見ていただいている視聴者さん、特に富津の地元の皆さんね、ご賛同いただけるようでしたら、一丸となってですね、一丸となって、対策していかないといけないかなと思っております。行政に頼るとかね、何かに頼るのではなく、be independent で、個人がですね独立して、やっていかなきゃいけないので、その辺をね、微力ですけどね、私なんてね大したことできないかもしれませんが、やっていけたらいいかなというふうに思っておる次第でございます。ですので、もし賛同していただける方が一人でもいらっしゃいましたら、ぜひ、富津ラボもしくは、リサイクルショップに来ていただいてですね、今後どうしていこうかということも、お話しできればいいかなと思っておりますので、ここでちょっと、仲間をね募集したいと思います。キーワードはね be independent なんですけど、ここ富津から世界へというキーワードで、一番いいのはここで富津で生産されたものが海外もしくは、日本全国に、出荷できるのが、そして、富津というブランドをね、もっと認知してもらうということができればいいなと思っております。ということで、朝から重たい話で申し訳ございません。ずーっとね頭の中ありましてですね、で昨日ね先日うちのおじさんがですね、ちょっと宮崎の方に実家の方に戻っておりまして、非常になんか農業がですね、活気があって、すごいらしいんですよ。で若い人が働いてて、ですのでねやっぱ、成功しているところも出てきてますんで、これからは絶対一次産業ですから、皆さん頑張っていきましょう。ということでね、今日も頑張るぞ。それでは毎朝のモーニングルーティンでございます。メルカリにアップする写真を撮っていきたいと思います。こちら、タッチパッド付き極小ワイヤレスキーボード、そして、また 3.5 インチのフロッピーディスク、そしてまた 3.5 インチのフロッピーディスク、こちらを写真撮っていきたいと思います。それではさっき撮った写真をねメルカリにアップしていきたいと思います。それではですね、ただいまから掘りごたつをね、引き取りに行っていきたいと思います。掘りごたつを引き取ったらすぐに帰る。ということでね、これから、君津の方に掘りごたつを引き取りに行ってまいりたいと思います。大変ですもんね。分かりましたけど、とりあえず引き取りっていう形でいいですか？いいです。もうお掃除するのに大変なの。昔ここ。ということでね、掘りごたつ、これ新品なんですよ。何か間違って2つ注文してしまったそうでございまして、
1個は、もう1人できないということで、うちリサイクルショップの方にお話がいただきました。はい、ということでね、おばちゃんがまたね、全くこっちは聞いてないようなことをペラ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 喋るんですよ。家族関係のこととかね、何の商売をしてるとかね、本当おばちゃん気をつけた方がいいですよ、本当にね。何なんですかね、年取るといろいろ喋りたくてしょうがないんですかね。はい、心配になっちゃいます、こっちが。こっちがもし悪い人間だとしたら、個人情報を簡単に引き出せそうな感じなんで、皆さんもね、ぜひお気をつけくださいませということで。はい、ということでね、一人無事終わってきましたんで、やっとね、ちょっとバタバタしてて時間が取れましたんで、このね草刈り機のちょっと修理と、あとねこれもねオイルヒーターの修理もしなきゃいけないんですよ。であとタイプライターもねやんなきゃいけないんですけど、時間があんまりなくてですね、はい、それとめんどくさいんですよ。ちょっと時間とやる気を見て修理ぼちぼちしていきたいなと思います。ということでちょっととりあえずね、草刈り機これね、エンジンはかかるんですけど、途中で、すぐ使ってると、エンジンが止まってしまうということなので、はい、多分燃料系かなと、途中で止まっちゃうのかなと、思いますんで、ちょっと分解して見ていきたいと思います。はい、ということでね、キャブレターの部分を外します。そしてね、エンジンをね、かけてみるわけでございますが、この通りはい、止まりそうになりますよね。そしてはい、止まりました。アクセルをね全開で引いてるんですが、途中で止まってしまいます。ということで、なんか燃料のね、プラグへのかぶりなのかなっていうのもありますし、もしくはですねキャブレターのところの、燃料がいっていないのか、もしくはエアフィルターのところで、詰まってしまって空気が、供給されていないのか、この辺だろうなと思って一応分解してですね、振ってみてですねオーバーホールしてみましたがですね、やはり症状が変わらないということで、外でね試しに草刈りしていくわけでございますが、これがね、プラグも一応怪しいなと思ったので、プラグ点火しているのかどうか、確認しておりますが、プラグもどうやら、問題なさそうということで、エンジンかけて止まるんですけど、またかければすぐかかるんですよね。ということで、ちょっと今回ね、修理できませんでしたけども、多分燃料系統の、目詰まりというかね、どこかで詰まってしまうということが、考えられますので、ちょっとまた次回ね、やりたいと思いますが、見てください。こちらがね、普通に草を刈ってるわけでございますが、この後アクセルは目いっぱい引っ張っておりますが、このようにね止まってしまいます。はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。いやー、忙しくてちょっとリサイクルショップでエンディングを撮るのを忘れておりましたので、今ね、フッツラボに帰ってまいりまして、エンディングを撮っております。ということでね、今日は朝からね、掘りごたつを引き取りに行きまして、それからですね、また便利屋の草刈りの依頼がありまして、あとまた明日ね、ちょっと近所で、普通のこたつの引き取りを、8時から9時の間で頼まれまして、
まあいろいろね、はい、仕事がいっぱい入ってきております。はい、ということでね、それとね、今朝言ってたちょっと第一次産業、特に農業ですね、富津から世界へ、そして Be Independent ということでね、ちょっとやっぱ九州宮崎の、農家さん、成功している農家さんとかもね、非常に気になってしょうがないんですよ。はい、ですので、やり方を変えればね、必ず突破口が見えるんじゃないかなということで、一次産業、農業、漁業、畜産業、林業、頑張っていきたいと思います。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしね、私の考えに同意いただけるような仲間がね、少しでも集まっていただければね、また、話もね、展開も早いのではないかなと思いますので、仲間募集という形でね、やっていきたいと思います。ということで以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月